補助金を使うつもりで工事したのに1円ももらえなかったなんていうケースって実際あるんですか？あります。一番多いのがですね、先進的間取り延べで玄関ドアだけを工事したケースになります。玄関ドアを交換したいと思っていて補助金を使いたいと考えている方、ちょっと待ってください。補助金って申請できる人とできない人がいるんです。同じ工事をしてももらえる人は10万円以上戻ってくる一方で、もらえない人は工事費を全額負担なんてことが実際に起きています。今日この動画を最後まで見ないと補助金が1円ももらえなかったということになりかねません。こんにちは、玄関ドアマイスターの田中です。玄関ドアマイスターの長澤です。私たちは玄関ドアリフォームと間取りリフォームの専門店です。リクシュのリシェントやリプラス、YKK のドアリモ、3つのメーカーのコンテストで全国1位を合計11回受賞しております。リシェントは全国1位を8年連続継続中です。そんな私たちが今日は補助金を満額もらえる人ともらえない人の決定的な差を解説します。この動画を最後まで見ていただくと、自分の家は満額もらえるか、業者にどう確認すればいいか、この2点が分かります。ぜひ最後までご覧ください。補助金は予算がなくなり次第終了になります。昨年の実績では11月初旬に多くの業者様で工事の枠が埋まってしまいました。私たちでも100件以上ご依頼の方をお断りさせていただいておりました。年内に工事を終えたい方は早めに動くことが大切です。それでは早速見ていきましょう。長澤君、はい、補助金を使うつもりで工事したのに1円ももらえなかったなんていうケースって実際あるんですか？あります。一番多いのがですね、先進的間取り延べで玄関ドアだけを工事したケースになりますね。先進的間取り延べは窓の工事とセットで工事の方を行わないとですね、玄関ドアの補助金が出ないんです。ドアだけ変えればいいと思って進めてしまうと申請できなくなってしまう場合がございます。対象外のグレードの製品を選んでしまうとか、登録されていない業者さんに依頼してしまうなどですね、予算が切れてしまって申請できなかったなど様々なパターンがあります。どれも事前に知っておけば防げる内容となっておりますので、知っているかどうかで数十万円の差が出てしまうわけですね。では補助金を満額もらえる人の条件を教えてください。はい、3つございます。まず1つ目ですね、対象の住宅であることです。こちらはですね、築1年以上経過した居住実績のある住宅が対象で、新築は対象外となります。先進的間取り延べはですね、この条件で OK なんですが、未来エコ住宅2026の場合はですね、さらに1991年以前に建てられた平屋を除く2016年以前に建てられた建物が対象という条件があります。家を建てた時期によって補助金を使える制度が変わるっていうのは知っておかないとやっぱり選び間違えますよね。そうですね。2つ目の条件は2つ目はですね、制度、製品、工事の組み合わせを正しく選ぶことになります。先進的間取り延べで玄関ドアを、補助対象にするにはですね、窓の工事と同時に行うことが必須になります。ドアは A グレード以上、内窓は S グレード以上が必要で、これは2026年から変更になった点なので、特に注意が必要です。未来エコ住宅の場合は条件が変わりますよね。未来エコ住宅はどのグレードの玄関ドアでも対象になります。ただしですね、居室を一室選んで、そのお部屋の窓を全てリフォームするっていう要効果工事が必要になります。これはちょっと注意が必要ですね。そうですね。3つ目はですね、登録事業者に工事と申請を任せることになります。補助金の申請は国に登録された登録事業者でしか行えません。どこに頼んでも同じだろうという思い込みがですね、申請できないっていうパターンにつながりかねませんので、ご注意が必要になります。では反対にもらえない人の典型的なパターンを教えてください。4つございます。1つ目はですね、玄関ドアだけで先進的間取り延べ事業に、申請しようとするケースになります。窓の工事とセットが、必須なので、ドアだけ買いたいという方が一番陥りやすい落とし穴です。内窓1枚からでも対象になるので、ドアと一緒に窓も1箇所やるだけで申請ができるようになります。2つ目はですね、補助対象外製品を選んでしまうケースになります。先進的間取り延べでは、玄関ドアはですね、A グレード以上、
内窓は S グレード以上でないと対象外になります。製品選びはですね、必ず業者さんと一緒に進めることをお勧めします。3つ目はですね、補助金の申請に対応してない業者さんに頼んでしまうケースになります。工事が完了してもですね、業者さんが登録事業者でなければ申請の方ができます。ホームセンターやですね、一般的な工務店さんなんかはですね、登録事業者でないこともありますので、工事完了後にですね、申請できませんって言われても、もう後の祭りになります。最初の相談時にですね、必ず登録事業者かどうかを確認してください。最後、4つ目ですね。はい。動くタイミングが遅くて予算切れになってしまうパターンですね。昨年11月初旬にですね、弊社の工事の方が埋まってしまいまして、製品の納期も大幅に長くなっていた状態になりました。考えてから動くではなくですね、動きながら考えるぐらいのスピード感が必要なのかな。なので、まず無料の現地調査のご依頼や LINE からの相談を始めることですね。これをお勧めいたします。どのパターンも事前に知っていれば防げることばかりですね。では実際に満額を狙いやすい施工パターンを3つ具体的に教えてください。1つ目はですね、片開きの玄関ドアですね。S グレードの中サイズを互換した場合と、トイレの小窓を内窓1枚設置したパターンで、先進的間取り延べを活用します。玄関ドアの補助金額が92,000円、内窓の補助金額が22,000円で、合計11万4,000円の補助の方が出ます。工事費の目安としましては40万から50万円ぐらい、実質の負担額としましては約30万から40万前後のイメージになります。11万円以上も補助が出て、工事も1日で終わるというのはかなり魅力的ですよね。そうですね。2つ目の事例はどうですか？2つ目はですね、知ってる人だけが得する使い方になります。はい、勝手口ドアの外側に鍵穴がないシリンダーレスタイプにしますと、程度上ですね、窓として使われます。外窓交換として先進的間取りのびに申請の方ができるんですね。勝手口の A グレードの超サイズで41,000円。玄関ドアの A グレード中サイズで66,000円。合わせて107,000円が補助金として入る形ですね。工事費の目安がですね、合わせて60万から70万ぐらいになるところの実質の負担額としましては50万から60万ぐらいの、はい、イメージですね。勝手口も玄関も同時に新しくしながら補助金が出るっていうのはかなりお得ですね。3つ目の事例はどうですか？3つ目は未来エコ住宅を活用するパターンになります。寝室の窓にですね、内窓を設置してトリガールームの要件を満たしつつ、玄関ドアとともに申請するケースになります。どのグレードのドアでも対象になるのが最大のメリットになりますので、内窓で52,000円、玄関で41,000円、合計93,000円が戻ってくるというイメージになります。トリガールームっていうのはどういったあれですかね？先ほどの条件にありましたですね、一室の窓全部を工事しなくてはいけないっていう要項のところを名称としてトリガールームと、呼んでいる形。もう部屋の一部屋あったその一室を全部やらないといけないってことですね。そうです。ちょっと注意が必要ですよね。はい。今言っていただいたのはあくまでも目安っていうところで、正確な金額っていうのはやっぱりお住まいの状況や選ぶ製品によって違うってことですよね。はい、そうですね。現地調査、見積もりの方ですね、無料でやらせていただいてますので、使えるかどうかわからない段階でも全然問題はございませんので、お気軽にご相談いただければなと思います。またですね、弊社のホームページ、簡単見積もりシミュレーションの方もぜひとも活用いただければ、現地調査来る前の段階で金額の把握だったりできますので、はい、ぜひご活用いただければよろしくお願いします。最後に、業者選びで失敗しないための正しい質問リストを3つ教えてください。1つ目はですね、補助金に対応してますか？登録事業者ですか？これを必ず聞いてください。補助金の申請はですね、登録事業者にしかできない形になります。一応ですね、住宅省エネポータルというサイトでのですね、皆さんも確認できるような形になっていますので、最初の相談前にチェックするのもいいかなと思います。これはシンプルですけど、一番大事な質問になると、そうですね。
2つ目はですね、当日工事する職人さんはどちらの名刺をお持ちですかと聞いてみてください。これはですね、自社施工かどうかを見極める魔法の質問になります。答えに詰まる業者さんは、下請けとかにですね、丸投げしている可能性があるので、丸投げ業者ですと、現地の打ち合わせ内容が伝わらないので、思った通りの工事の仕上がりにならないというリスクがありますので、ぜひともこの質問をしてみてください。私たちは全員が名刺を持参して、最初に挨拶してから、作業の方に入らせていただいております。それでは最後3つ目の質問をお願いします。はい。3つ目はですね、補助額の保証はありますかと聞いてください。申請慣れしていない業者さんですと、審査後にですね、補助額が下がることがございます。私たちはご案内した補助金額、完全保証しています。2025年にですね、600件以上の自社施工をしてきた実績があるからこそ、現実でできる保証になります。3つの質問を聞くだけで信頼できる業者かどうか見えてきますよね。そうですね。最初の電話や LINE でお問い合わせの段階でも聞けるので、ぜひ活用してみてください。では最後に今日のポイントをまとめます。満額もらえる人の3つの条件は、対象の住宅であること、制度、製品、工事の組み合わせを正しく選ぶこと、登録事業者に申請を任せること、この3点です。どれか1つでも欠けると補助金が出なくなります。もらえない人の典型的なパターンは、玄関ドアの単体工事、対象外の製品選択、未登録業者への依頼、タイミングの遅れ、この4つです。どれも今日の動画を見ていただいた方なら防げます。不要な点は概要欄の LINE でご相談ください。業者を選ぶときは3つの質問を忘れないで。はい。補助金に対応していますか？当日、職人さんはどちらの名刺をお持ちですか？補助金の保証はありますか？この3つで、信頼できる業者さんかどうかっていうのが見極められます。わからないことはですね、LINE から気軽にご質問ください。写真や図面を送っていただいても問題はございません。まずは金額が知りたい方は、ホームページの簡単お見積もりシミュレーションをご活用ください。概要欄にリンクを載せておきます。今日の動画が参考になった方は、グッドボタンを押していただけると、次の動画を作る励みになります。今後も皆様のお役に立てる動画を発信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。